融資を打ち切るって、どういうことですか？話が違うじゃないですか。乾いた応接室に、彼女の切実な声がこだまする。銀行の担当者は書類をめくる手を止めず、表情一つ変えない。先週まで新しい農法に挑戦されるなんて素晴らしいですね、と調子のいいことを言っていたくせに、突然、貸付条件の見直しなんてどう考えても筋が通らない。実績が不十分でしてね。我々としては安全策を取らねばならない立場なんです。担当者の口調は淡々としていた。まるで機械が読み上げる文書のように温度が感じられない。俺はそっと彼女に目を向ける。わずかに潤んだ瞳を懸命にこらえているのがわかる。彼女の農園はすでに地元で評価を得始めていて、直売所の売り上げは右肩上がりだ。最近では周囲の若い農家たちと協力し、ここを拠点にブランド化を進めようという話まで動き出していた。だからこそ融資は不可欠だったのに、銀行の態度が急変した理由を尋ねても、安全策、実績不足と曖昧に言われるばかりで、まるで取り合う気が感じられない。こんな形で諦めるつもりはありません。低く落ち着いた声を出したのは他でもない俺自身だ。彼女の震える肩を見ているとどうしても放っておけなかった。担当者が書類を閉じかけるのを押しとどめるように身を乗り出す。あなたたちが融資を断るなら別の方法を探すまでです。必ず解決してみせますから、融資を断ったことを後悔しないでくださいね。俺は彼女の方を振り返り目を合わせる。彼女は小さく息を飲んだようだった。あなたって、一体何者なの？かすれそうな声で彼女が問いかけてくる。そりゃそうだ。俺はつい最近まで日雇いドライバーだったのだから。そして俺のこの決断が地域を巻き込む大事件へと発展していくのだった。俺の名前は笠井空。今は日雇いのドライバーをしている。この暮らしには不安も多い。月末の支払いを何とか工面して、次の月もまた同じようにやりくりする。そんな生活に疲れを感じないと言えば嘘になる。けれど、どこかで、まあいつでもやめられるし、と思ってしまう自分もいる。人と深く関わるのが面倒で、最低限の会話と最低限の仕事だけこなしていれば、あとは黙々と日々を流していられる。きっと、それが楽なのだろう。しかし、ここ最近は少し違う仕事が入っていた。農村部へ海外から取り寄せた資材を配達するという案件で、俺の住む町からはそこそこ距離がある。荷物を積み、田舎道を延々と進む。稀に農家の人と挨拶を交わすくらいで、大抵は黙々と運転するだけだった。その日も俺は指定された農家へ配達に向かっていた。荷物は海外から取り寄せた農業資材という触れ込みだったが、詳しい中身はよくわからない。梱包も厳重で、書類には英語といくつか聞き慣れない言語が並んでいた。業者の名前だろうか。かなり貴重なものらしいから気をつけて運んでくれ。と、手配元の担当は言っていたが、そう言われても、俺にできるのは慎重に車を走らせるくらいしかない。配達先は古い一軒家で、周囲に広がるのは大小様々な畑やビニールハウス。看板には高橋農園と書かれていた。配達時間は午前10時に設定されていたはずだが、その家に行ってもチャイムを鳴らしても人の気配がまるでない。風で揺れる草の音と遠くで農機具が動く音がかすかに聞こえるだけだ。あれ、留守か。何度か呼び鈴を押したり声をかけたりしてみたが返事はなかった。再配達はよくあることだが、ここまで人の気配がないのは少しばかり奇妙だ。今日はきちんと事前連絡も入れている。もしかすると休養で外出したとか。俺は荷物を抱え玄関先のドアノブを少し回してみる。もちろん施錠されている。チャイムをもう一度押すがやはり反応なし。仕方なくトラックに戻り、スマホで発注元に連絡を入れようとしたとき、遠くからバタバタと走ってくる足音が聞こえた。すみません。すみません。今戻りました。振り返ると、少し日焼けした肌にカジュアルな作業着姿の女性が駆け寄ってきた。年齢は俺と同じくらいか、もしかすると少し下かもしれない。手には何やら野菜かごのようなものを抱えていて、まだ土がついたままの収穫物が見える。ごめんなさい。
畑に行ってて全然気づかなくて。彼女はそう言うと、申し訳なさそうに俺に頭を下げた。深くかがむと、肩口まで伸びた髪がさらりと揺れる。正直、第一印象は、よく日が当たる畑で、そんなに綺麗な髪の毛が保てるもんだな、とか、しょうもない感想だった。でも、その瞬間、俺はどこか不思議な雰囲気を感じた。彼女、高橋未来は、ここの家の娘で、最近海外から様々な資材を取り寄せては、実験的な農法を試しているらしい。しかも、海外に留学していた経験もあって、バイリンガルだという。これ、サインで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。いやー、これね、ずっと待ってたんですよ。海外の研究機関から直接取り寄せた種子とか栄養剤で。すみません。興味ないですよね、こんな話。どこか照れくさそうに笑う未来さんは、まばゆいほど太陽が似合う女性に見えた。素朴な作業着にもかかわらず、華やかさがある。おそらく、美人という言葉がしっくりくるだろう。数日後、俺はまた農村部へ配達に向かっていた。短期間でリピート配達が入るなんて、めったにあることじゃない。よほどの量を取り寄せているのか、あるいは、期限のある品を小分けで送らせているのか。詳しい事情は俺の知るところじゃない。いつも通り荷物を無事に届けたら、今日の仕事は終わり。そのはずだった。ちょうどいいところに来てくれた。ねえ、悪いんだけど、ついでにちょっと手伝ってくれない？俺が例のごとく農家の美女に品物を届けると、突然こう切り出されたのだ。少しだけ戸惑った。仕事の範囲を超えた依頼は、下手に受けようとトラブルの元になりかねない。けれど、彼女はまるで小さな子が母親にお願いするみたいな気軽さで続ける。畑のあちこちに肥料を運ぶのを手伝ってほしいの。いや、もちろんお礼はちゃんとするから。バイト代だって払うよ。今日しかない資材もあって、時間が足りないんだ。確かに彼女一人では大変だろう。俺は日雇い仕事だし、この後も特に予定が入っているわけではない。バイトの合間ならやれなくもない。頭の片隅でそんな計算をしながら。けれど、なぜか断る理由が見当たらなかった。まあ、とりあえず運ぶだけなら。そう答えると、彼女は安堵したように微笑んだ。その笑顔を見た瞬間、俺は、引き受けてよかった、と思った。彼女の力になれるかもしれないというのは、不思議と悪い気がしない。俺自身、普段は誰かを助けるなんて意識したこともないのに。彼女の案内で畑へ向かうと、ビニールハウスや小さな倉庫が並んでいる。あたりには多様な作物が植えられていて、どれも元気に育っているように見えた。改めて見ると、かなり広大な敷地だ。これを一人で管理しようって言うんだから、並大抵の苦労じゃない。結構広いんですね、ここ。うん。実は、隣の農家さんからも少し借りてて、いろいろ実験的に育てさせてもらってるの。変わった野菜とか、海外の品種とかね。そう言いながら、彼女は泥のついた長靴に履き替え、袖をまくって作業モードに入る。何度か往復した頃、彼女が、ここから先は土が柔らかいから気をつけて、と声をかける。足を踏み入れた瞬間、ぐにゃりとした感触が伝わり、一瞬ヒヤリとする。両手に資材の重さを抱えながら進む俺を、彼女が後ろから見守っている。いやー、重くない？大丈夫？これくらいなら平気。やば。足元がぬかるんだせいでバランスを崩しかける。慌てて踏ん張ったら、彼女がクスッと笑った。ごめん。やっぱり慣れないと大変だよね。ありがとう。助かるよ。彼女の声が軽快に響く。畑の荷物運びを手伝っている俺は、どこか照れくさいような気持ちで返事をした。作業を終えた頃、俺はどっとそう空腹に耐えかねて、軽く腹を鳴らした。すると、彼女が目を輝かせて言う。ねえ、よかったら、うちで夕飯食べていかない？すごく頑張ってくれたから、ささやかだけど、お礼にさ。遠慮するべきかと思いつつも、素直に誘いが嬉しい。畑を離れ、彼女の実家に向かうと、そこには家族みんなが集まっていた。母屋の居間には湯気の立つ味噌汁や煮物がずらりと並び、彼女の父親、年老いた男性が渋い顔のまま箸を動かしている。その隣では同じく年を重ねた母親が食卓を整えながらにこやかな笑みをこちらに向けてきた。こんなに手伝わせちゃってごめんなさいね。うちの娘が勝手にお願いしたんでしょ。
優しい声に迎えられ、俺は恐縮しつつも席に着かせてもらう。彼女の父親は腕組みをして、少し不機嫌そうな口調で言葉を吐いた。嫌だったら断っていいんだぞ。なんせうちの娘は、わけのわからんことばかりやりたがるからな。けれど、その表情の奥には、かすかな心配や愛情が滲んでいるのがわかる。彼が娘を深く思っていることは、傍から見ても伝わってくる。彼女は、もうお父さんたら、と苦笑いしつつ、俺の方へと視線を投げた。ごめんね。ちょっと変わり者の家族で。だけど、こうやって手伝ってもらえるの、本当に助かるの。そう言って微笑む顔を見ると、こちらも断る理由なんて見つからない。テーブルには、取れたての野菜を使ったおかずが並び、香りだけで空腹が加速する。味噌汁から立ち上る湯気に誘われて、箸を握ると、自然と口元に笑みが浮かんだ。いただきます。いや、正直めちゃくちゃありがたいっすね。こんなにちゃんとした夕飯久しぶりで。彼女の母親が、ほら遠慮しないで、いっぱい食べてちょうだい。と、お椀によそったご飯を差し出してくれる。その笑顔に、胸の奥がほんのりと、温かくなった。こいつは昔から勝手ばかり。外国で学んだ何かを試すとか言い出して。わしら年寄りには理解しづらくてな。まあ難しいことはわからんが、あんたが手伝うならきちんと報酬ももらえよ。うちの娘にただこき使われるなんざ、わしも面白くないからな。お父さん、そんな言い方しなくても、ちゃんとお礼はするよ。ね、お願いだから、呆れずにまた付き合ってよ。親子のやりとりは、一見ぶっきらぼうだが、どこか温かい空気が流れている。俺は味噌汁をすすりながら、その光景を微笑ましく眺めた。こうして、家族団らんに混ぜてもらうのは久々のことだ。自然と箸が進み、今まで見たことのないほど食事がうまいと感じる。気づけば、話題は彼女の海外での生活やら、日本の農業が抱える問題へと広がっていた。リビングは古い照明の温かい香りに包まれ、俺は茶碗を置いたまま、彼女の話にぐいぐい引き込まれていた。海外の農業って規模や仕組みが全然違うのよね。もちろん日本にも素晴らしい技術があるけど、もっと活かせる場面があるはずなの。例えばブランド化なんかもそうだけど、ただ高級品にするんじゃなくて、その土地の魅力やストーリーを広く伝えてこそ価値になるっていうか。彼女が熱心に語れば語るほど、母親が、まあ随分変わったことを思いつくのね、と半分呆れ顔で相槌を打つ。隣では父親が腕を組んで目を閉じ、黙って話を聞いていた。俺はといえば、思わず、確かに海外は生産者から消費者への流通の仕方が違うって聞きますね。付加価値の付け方もうまいっていうか、とつい口を挟んでしまった。いつもは聞き役に回ることが多いのに、彼女の話はどこか興味深かったのだ。ね、そう思うよね。でも日本の農業には独自のいいところがいっぱいあって、単に真似するんじゃなくて、相互に学び合えるはずなんだけどな。そこで彼女は急に視線を俺に向けた。先ほどまで饒舌だったのに、まるであなたの見解をもっと聞きたいと言わんばかりに待ち構えているようだ。俺は少し肩をすくめる。いや、俺なんかが言うのも変ですけど、確かに日本の農産物って品質は世界トップクラスですよね。ブランドって言うなら地域ごとの特色も活かせばもっと面白くなるかもしれないと思います。彼女の母親がそばから、まあまあ、あんたどうしてそんなに詳しいのと不思議そうに覗き込んでくる。母親と父親の視線が同時にこちらへ注がれ、俺は思わず言葉に詰まった。まあ、実はうちの実家も農家なんです。それで昔はちょっとだけ農業技術の開発とか勉強してたっていうか、思わず言ってしまった自分の言葉に俺は少しだけ後悔した。これまで身近な人にすら詳しく話したことのない農業研究をしていた過去を彼女たちに打ち明けるなんて。へえ、実家が農家だったの？途端に未来は声を弾ませる。隣で聞いていた母親は、まあそういうわけで農業に詳しいのね、と納得顔。実家といっても大した規模じゃなかったし、俺自身が本格的に後を継いだわけでもないんです。でも、ちょっと技術的なことを学んだり、勉強したりしてたんですよね。今はもう、やってないですけど。そう濁すと、未来が、あ、
ますます面白そう。と身を乗り出した。彼女の瞳は好奇心でいっぱいだ。たまたま海外で見てきた技術と日本の農業がコラボできたらいいなって思ってたところなの。ね、せっかくだから私にもいろいろ教えてよ。きっと実践のヒントになるんじゃない？父親が、おいおい、何でも頼むんじゃない。と苦言を呈する。それでも彼女は、だってこんなチャンスめったにないんだもん。とひるむ気配もない。俺は苦笑しながら視線をそらした。まあ、少しなら手伝えるかもしれません。けど、専門家ってほどでもないし、過去にちょっとかじっただけなんで、あまり期待されても困るっていうか、そうやって逃げ腰の言い訳を重ねる俺に、彼女はまっすぐな笑顔を向ける。大丈夫。期待してるなんて言ったらプレッシャーかもしれないけど、私はあなたの知識をどうにか活かしてみたいの。失敗してもいいし、試せることは試したい。ね、いいでしょ？堂々と頼み込むその姿は、まるで子供が新しい冒険を見つけた時のようにキラキラしていた。父親は、まったく強引だな。と、ため息をつく。わかりました。どこまで役に立つかわからないけど、できる限りは協力してみます。俺のその言葉に、未来はパッと顔を明るくして、よかった、と声を上げる。両親の前だというのに、その無邪気な笑顔には、こちらまで頬が緩みそうになった。ちょっと前までの日雇いドライバーとしての自分からは、想像もできない展開だ。よし、そうと決まれば、私の海外仕込みのノウハウと日本の技術を融合させて、ああ、考えただけでワクワクする。こうして、一度は忘れかけていた農業研究の道を、俺は思わぬ形で再び辿ることになった。家族団らんの温かい食卓の光の中で、彼女のまばゆい笑顔が自分の心に新しい灯火を灯していくのを感じていた。日雇いのバイトはしばらく休みにして、高橋農園を中心に手伝うようになった。時給にすれば、スズメの涙ほどで、とても生活が潤うわけじゃない。それでも、なぜだか、心は満たされている。ソラさんの研究って、具体的にはどういう内容なんですか？ある日、彼女から改めてそう聞かれた。俺は少し照れくさそうに、昔のノートを開きながら説明を始める。俺がやろうとしてたのは、土壌の微生物環境をコントロールする技術なんだ。もともと、病害虫の発生率を下げたり、作物の根の張り方を安定させたりするために、特殊な菌や土壌改良剤を組み合わせて使うっていう、まあ、そんな大それたものでもないんだけど、実験データによると、化学肥料の使用量を減らしながら、収量や品質を上げられる可能性があるって話で、実は、この農法で特許を取得しててね。昔はすごい夢見てたんだ。これで日本の農業を変えられるかもしれないってさ。だけど、結局は誰からも相手にされなくて、使われずに今に至る。まあ、活用してもらえるだけでも十分嬉しいよ。そう言って肩をすくめると、彼女は驚いた表情を浮かべた。それ、うち特許料なんて払えないんだけど。いいって、これまで何年も放置されてたんだ。取ったはいいけど、有力なスポンサーもいなくて、資金が尽きて結果的に誰にも使われなくなった。特許料なんて取る資格ないくらいだよ。苦笑いする俺に、彼女はまっすぐな瞳で首を振る。ダメだよ。すぐには出せないけど、ちゃんと特許のお金も払わせて。これを編み出すのに苦労したんでしょ？その努力を踏みにじるようなこと、したくないもの。彼女の言葉はどこまでも誠実で、思わず胸が熱くなる。はじめは小さな研究室の片隅からスタートし、あらゆる菌や土壌改良剤を組み合わせては土を採取し、深夜まで分析した。失敗が続くたびに研究室の仲間と床にへたり込んで、またダメかと嘆くことを何度繰り返したかわからない。でも、ほんの少しでも好転するデータが出るたびに、今度こそいけるんじゃないかと希望をつないだ。実際、この技術が確立すれば、農家の負担は大幅に減り、環境にも優しい高品質な作物が生まれる。そんな将来像を夢見ていたから、どんな苦境でも耐えられた。投資家や金融機関からも革新的だと期待され、一定の融資を約束されていたことが、当時の俺たちには大きな支えだった。しかし、試作を重ねるうちにデータが安定しない問題が浮上し、それを解決するための追加実験と検証には、想像以上の時間と資金が必要だと判明した。投資家や銀行の態度が徐々に冷え込み、決定打となったのは融資の打ち切りだ。これ以上のリスクは負えない。
いつまでもデータが揃わないなら、出資を続ける意味がない。そんな一方的な声に押され、最終的に融資が理不尽な形で打ち切られてしまった。聞けば担当者が突然変わり、俺たちのプロジェクトを無謀な賭けだと一刀両断したらしい。そうなれば、どれほど将来性を説いても、もはや覆せる余地は残されていなかった。資金不足が決定打となり、研究仲間も生活を守るため、次々とプロジェクトを離れていく。誰もが悪いのはお前じゃないと言い残しながら、新しい道を探し始めた。気づけば、最後まで残ったのは俺一人。残骸のように散乱した書類や試作品を前に何をどうすればいいかわからなくなっていた。もうやめよう。そう言い出したのは、最初に絶対成功させるなんて言っていた俺自身だった。何度も失敗を重ねるうちに少しずつ心がすり減っていたのだ。あれだけ情熱を燃やしていた研究が現実の冷たい壁に弾き返され、心が折れる音をはっきりと感じた。こうして積み上げたデータや試作品は放置され、なんとか取得した特許だけが形ばかりの証拠として残った。しかし、その特許を使ってビジネスを展開する余力も人脈も失った俺は、それをどうすることもできず、ただ時の流れに身を任せるしかなかった。まるで宝の地図を持ちながら航海の船を失ってしまった冒険者のように。研究室の仲間たちが去っていく様子や、次の試験がダメなら終わりだという投資家の言葉。荒れた天候でボロボロになった畑。その光景は今でもはっきりと思い出せる。そこには汗と涙を注ぎ込んだ挫折の記憶が刻まれている。だから研究はそっと封印したままだったのだ。あれ以上痛い目に遭いたくなかったし、自分の欠点や甘さをこれ以上突きつけられるのが怖かった。諦めることでようやく心を守れていたのかもしれない。そんな俺が再びこの技術を持ち出すなんて、かつては想像もしていなかった。ましてや、こんな風に活用してほしいと願われる日が来るなんて、人生というのはやはりわからないものだと痛感するばかりだった。確かに簡単じゃなかったけどさ、でも誰からも見向きもされなかった。そんな特許に価値があるなんて夢にも思わなかったんだよ。本当にいいのか。少し自重気味に言うと、彼女は一瞬だけ目を伏せ、すぐに力強くうなずいた。絶対成功させようね。この技術をうちの畑でちゃんと証明してみせる。そうしたら、あの時のあなたの努力は無駄じゃなかったって胸張って言えるでしょ。何気ないその一言に、心の奥からざわざわと熱い何かがこみ上げてくる。ずっと眠っていたものが再び燃え始めようとしている。そんな感覚。彼女のまばゆい笑顔を前にして、俺はただ、ありがとうとだけ返し、深く息をついた。今度こそ、形にできるかもしれない。いつか諦めたあの夢を。それからの日々、俺は彼女の畑で本格的に作業を手伝うようになった。実家の田畑とは勝手が違うところも多いが、研究していた技術を少しずつ思い出しながら、土作りや苗の管理を指示し、一緒に試行錯誤を重ねる。例えば、土壌の微生物バランスを整えるために独自の改良剤を混ぜ込むやり方や、植物が根を張りやすいように水やりのタイミングを細かく調整するコツなんかを思い出す限り伝えていった。今朝、土の具合を見たら菌がしっかり繁殖してるみたい。結構いい感じだよ。彼女が泥まみれの手で報告に来ると、思わずお互い笑みがこぼれる。日々の地味な作業の積み重ねがこれほど楽しく感じるなんて思いもしなかった。結果がすぐに出るわけじゃないが、徐々に作物の生育状況が良くなっているのが目に見えてわかる。やがて、近所の若手農家たちからも、お前ら、一体何をやってるんだと、興味を示され始めた。ソラさんの技術って本当にすごいのかも。と、期待を寄せる声が聞こえてくると、俺は照れくさい反面、胸の奥が少し誇らしくなる。昔の挫折が嘘みたいに感じられる瞬間だ。もっとも、いきなり大きな規模で展開できるわけじゃないし、まだまだ未知数な部分も多い。けれど、可能性という言葉を実感できる今が純粋に嬉しかった。彼女から支払われる給料は相変わらず、スズメの涙程度だ。これは彼女が俺をこき使うために少なく払っているというわけではない。どちらかといえば、利益に比べて俺に支払ってくれている給料の額は多い方だと思う。現に、今の彼女は畑を維持するのに手一杯で、研究開発に回せる余裕なんてほとんどない。ある日、
本当にこんなにしか払えないけど、大丈夫？と、彼女が申し訳なさそうに声をかけてきたが、俺は首を横に振った。毎回、美味しいご飯を食べさせてもらってるし、むしろ、俺の方が申し訳ないくらいだよ。実際、彼女の家へ戻ると、母親がいつも温かい夕飯を用意して待っていてくれる。賑やかな食卓に加わりながら、何気なく彼女が訪ねてきた。そういえば、今もご両親は農家を続けてるの？こんなに農業に詳しいんだから、きっと、あなたの作る野菜ってすごく美味しいんだろうな。ご両親も、きっと喜んでるんじゃない？彼女が無邪気にそう言った瞬間、俺はわずかに息を詰まらせた。確かに、自分は農業の知識を持っているし、かつては家の手伝いだってしていた。でも、その問いに、俺はふっと視線を落とし、曖昧に笑う。いや、うちは、二人とも体が弱くてさ、ずっと前に亡くなったんだ。今はいないよ。実は、この特許を取ろうと思ったのも、両親を少しでも楽にしてやりたかったからなんだよな。でも、病気には勝てなかった。彼女の目が一瞬曇る。そっか。と、申し訳なさそうに言葉を詰まらせる。俺は、気まずさを払うように肩をすくめた。まあ、もうずいぶん昔の話だけど、あの頃は、これさえうまくいけば、うちの農業を続けられるって一生懸命だったんだ。病気で体が動かせなくなった両親の代わりに、俺が新しい栽培方法を確立して、って夢見てさ、結局、どっちも叶わなかったけど、苦笑混じりにそう言いながらも、心の奥底では、まだ痛みがくすぶっていた。家族を救うはずの夢は挫折し、両親は病に蝕まれていってしまった。研究に情熱を注ぎすぎて、最後まで看病らしいこともできなかったんじゃないか。そんな後悔がずっと胸を締め付ける。ごめんね。そんな辛い思いを、私何も知らないで聞いちゃって。申し訳なさそうにうつむく彼女を見て、俺は小さくかぶりを振る。いいよ。もう過去は変えられないし、こうして誰かの役に立つかもしれないって思えただけで、だいぶ救われてるんだ。だからありがとう。その言葉に、彼女は少し潤んだ瞳で、うんとうなずいた。いつも明るく、勢いのある彼女が見せる。そんな柔らかな表情がどこか新鮮で、俺は思わず目をそらしてしまう。すると、彼女は小さく、息を整えるようにして続けた。実は私ね、一度は農業なんか嫌って言って飛び出したんだ。高校卒業してすぐ外国に行って、都会的な暮らしがすごいと思った。実家の泥臭い生活なんてダサい。絶対ここに戻らないって。海外に行ってみてこそ、日本の農業が持つ可能性に気づき、実家の苦労や尊さを知ったのだという。だから、今はこうして戻ってきて、父親とぶつかりながらも農業のブランド化を目指している。だから、昔の自分を反省してるの。日本の農業は世界に勝るとも劣らないって気づいたし、家族をないがしろにしてたなって。戻ってきてよかったと思ってる。あなたもうちに手伝いに来てくれて本当にありがとう。いろいろ学べることが多いよ。あなたはもっと自分を誇っていいと思うんだ。私なんか外国に飛び出してようやくいろいろ分かったのに、あなたはずっとご両親のために努力して、とうとう特許まで取れるようになったんでしょ？すごいことじゃない。彼女の言葉に、俺は不意に胸が詰まる。あれだけ挫折を味わった研究も、誰かにこうやって褒められると、やっぱり嬉しいものなんだなと、改めて思い知る。そうかな。いや、ありがとう。なんだか、こうやって言ってもらえると、頑張ってきてよかったのかもって思うよ。視界がじんわり滲むのを悟られないよう、そっと目をそらす。けれど、彼女はそんな俺の様子に気づいたのか、優しく微笑んだ。絶対成功させようね。あなたの作ってくれた土のおかげで、すごくいい野菜が育ちそうだよ。ご両親も今のあなたの姿を見たら、きっと喜んでると思う。その言葉が、まるで背中を押すように胸に響く。俺は深く息をついて、もう一度、彼女の方へ目を向けた。あ、そうだな。ありがとう。成功させよう、絶対に。彼女のまばゆい笑顔を見ていると、ふと遠くへ行ってしまった両親の面影が重なるようで、胸がじんわりと温かくなる。俺たちが今、共に耕し始めたこの土は、きっと新たな希望を育ててくれるはずだ。そんな確信を胸に、俺は彼女と共に歩み出した。数日、数週間と経つうちに、俺たちが育てる野菜の噂は少しずつ
地域に広がり始めた。土壌の微生物を活用する独特の手法が効いたのか、作物が驚くほど甘く、しかもしっかりとした旨味があると言われるようになる。ある日、地元の直売所に彼女が野菜を出してみたところ、あっという間に売り切れてしまい、あの畑って何か特別なことしてるのと問い合わせが相次いだ。ね、これ本当にすごいよ。うちの野菜、美味しいって言われるのは今までもあったけど、ここまで評判になるのは初めてかもしれない。彼女は嬉しそうに収支ノートを見つめながら言う。とはいえ、売り上げ自体はまだ小さいものだ。地域の小規模直売所がメインだから、今後の展開をどう考えるかが課題になってくる。そこで彼女は、ブランド化を本格的に検討し始めた。地元で集まる若手農家たちと話し合い、この土壌微生物を生かした農法を広めれば、地域全体の農産物を高付加価値のブランドにできるかもしれない。という意見が出てきたのだ。会合の場で彼女は俺を紹介しつつ、微生物環境の改善や土作りの理論をざっくりと説明する。だから、例えば土に優しい微生物って切り口で PR してみるのもありかなって思うんです。うちの畑でも虫や雑草の被害が減ったし、野菜の味が良くなる気がしていて。若手農家の一人が興味津々の様子でうなずく。確かに最近、俺んとこも少し真似させてもらったら、生育が良くなって驚いてる。こりゃ本格的に取り入れたら、うちの米もブランド化できるかもしれない。実際、田んぼに白鷺が戻ってくるようになったって話もあるんです。化学肥料を減らすと生物多様性が戻るから、そのおかげかも。そんな会話を耳にしながら、俺はふと特許のことを思い出す。この技術を広めるには、使用条件やライセンスをどうするか考えなくてはならない。大企業が導入したいと言ってくる可能性もあるし、地域の小さな農家が対等に使える仕組みを整えるには、なかなか面倒な手続きが必要だ。ねえ、あなたの特許のことだけど、どうする？大きな企業とかが欲しがったらどうするの？会合が一段落つき、帰り道で彼女がそう尋ねてきた。ぶっちゃけそこは難しいよな。今のところ、若手農家が個人レベルで試してる分には、金なんて取る気はないんだけど、でも、もし大手が使いたいって言ってきたら、ちゃんとライセンス契約にしないと、俺も生活できないし、お前らだって損するかもしれない。さすがに、ボランティアじゃ続かないよ。昔の俺なら、金銭的なことは頭から締め出していたかもしれない。でも今は違う。この農法を持続的に広めるためには、大手からしっかりしたライセンス料や特許使用料をもらうのが理想だ。そうすることで地域の農家たちには安価で開放したり、サポート費用を捻出できたりするからだ。なんていうか、地元の人たちにはできるだけ無料か低価格で使ってもらいたいけど、大企業相手にはそれなりにお金を取らないとね。それが一番いいんじゃないかって最近思い始めた。彼女も少し考え込むように足を止める。そうだね。そうやって還元できれば、開発費用だって捻出できるし、街の活性化にもつながるもんね。ブランド化を大きく進めるには、やっぱりお金も必要だし。静かな田舎道で立ち止まり、夕日を浴びながら二人で顔を見合わせる。無数の星がまだその姿を表さないオレンジ色の空に、俺はかつての挫折も含めて全てを吐き出せそうな気がした。もう少し実績が出れば、自治体とか農協も動いてくれるかもしれない。そうなったら交渉もしやすい。少なくとも仲間がいる今は一人で抱え込まなくていいって思うんだ。彼女は小さく笑って、そうだね、とうなずく。焦らずにやっていこう。大企業を相手にするのはまだ先の話だろうけど、その時はきっとちゃんと話をつけてくれるって信じてるよ。その言葉が夕暮れの風に乗って胸にしみる。かつては有志打ち切りという理不尽に自分だけで立ち向かざるを得なかったが、今は彼女や周囲の若手農家たちがいる。みんなで支え合い、ブランド化や特許の活用法を一緒に考えれば、かつてのような孤独な失敗だけは回避できるはずだ。よし、まずは目の前の畑をしっかり結果出して、次は周辺の農家にもっと広めよう。大手との交渉はそこから先だな。決意を新たにそう口にすると、彼女が笑い返す。期待してる。と、声を弾ませる姿に、俺も心が弾む。こうして、俺たちの土から始まる革新は、少しずつ形になろうとしていた。そこからの数週間、俺たちの畑で採れる野菜は、
ますます元気を増し、近所の人や若手農家仲間が次々と味見に来るようになった。彼女が笑顔で、どうぞ食べてみて。と配ったトマトやナスは、どれも驚くほど甘くてみずみずしい。なんだこれ、めちゃくちゃうまいじゃねえか。本当にこんな土作りだけで、こんな野菜が作れるのか？喜びと疑問の入り混じった声があちこちから上がり、やがて地元の人たちがブランド化できるんじゃないかと本気でざわつき始めた。彼女はそれを追い風に、早速地域の有志を集めて話し合いを始める。せっかくだから、この土地の名前をつけて売り出したいんです。海外にいた時、現地では地域ブランドっていう概念がすごく根付いてて。彼女が熱っぽく語るたび、周囲もそれいいじゃないか、やろうやろうと盛り上がった。俺もその輪の中で特許の説明をすることになる。実はこの栽培手法で俺は特許を取ってて、名義上は俺のものなんですが、正直言って今まで誰も使ってくれなかったんです。別に特許料だって大したもんじゃないし、皆さんに活用してもらえたらそれで十分嬉しいんですよ。みんなが、へえ、そんなすごいもんだったのか、と感嘆する一方、彼女はきっぱりと言い切った。ダメダメ。ちゃんとお金は払うからね。時間はかかるけど、もしブランド化で利益が出たら、その一部を特許使用料として渡していきたい。努力をして得たものは正当に評価されるべきでしょ？その宣言に、一同が、そうだそうだ、と賛同してくれた。農家の人たちは、土作りや種まきの苦労、作物を育て上げるまでの大変さを身をもって知っている。だからこそ、誰かの知恵や技術に頼るなら、それに見合う対価を払わなくてはいけない、という考えが自然に根付いているのだ。彼女の言葉に対しても、それが筋だよ、当然のことだ、と多くの人がうなずいた。俺は何とも言えない照れくささと嬉しさを感じながら、みんなに笑って頭を下げる。こうして、形になりつつある地域ブランド化の計画は、思っていたよりも順調に広がっていくかに見えた。ところが、ある日、彼女の表情が曇っていた。どうしたのかと尋ねると、しばらく口ごもった後、息を詰まらせながら話し始める。ブランド化に向けて、投資とか補助金を申請してたんだけど、銀行が実績が不十分って理由で融資を打ち切りにしそうなの。最初は新しい試みですねって期待を持たせてくれたのに、突然担当者が変わって話が全然進まなくなっちゃった。さっき正式に申し訳ありませんがって電話があってね。彼女の肩が小さく震えているのを見て、俺は胸が詰まる。この土地の将来をかけて立ち上がったばかりなのに、融資がなくなると計画そのものが大幅に縮小せざるを得ない。誰に非があるわけでもないからこそ、やるせない気持ちが膨らんでくる。ふざけんな。まだ何も始まってないのに。俺たちはやっと形にできそうだったのに。小さくつぶやく俺に、彼女は悔しそうに唇を噛んだ。その瞳に浮かぶ涙を見たとき、俺は再び、かつて味わった挫折が脳裏をかすめるのを感じていた。融資打ち切り。その言葉は、俺自身にも深い傷跡を残した過去を思い起こさせる。どうする？このままじゃブランド化どころか、今の規模も危ういよ。彼女が沈んだ声で問う。握りしめた拳がわずかに震えていた。俺はそんな彼女を見つめながら、絶対にまた同じ過ちを繰り返したくないと思う。ここで諦めたら、あの時と同じだ。封印したはずの悔しさが胸の奥でうずき始めていた。待ってられないよ。俺が銀行に話をしに行く。実績ならあるんだ。君のとこの野菜は出荷するそばからすぐ売り切れてるし、地域の若手農家も巻き込んで右肩上がりの売り上げを出してる。ブランド化したらこの辺り一帯が活気づくはずなんだ。融資を切るなんてどう考えてもおかしいだろ。そう言って俺は未来の目をまっすぐに見据えた。未来も一瞬戸惑ったようだったが、やがて決意を固めるようにうなずく。わかった。私も一緒に行く。逃げてばかりじゃ何も変わらないしね。こうして俺たちは銀行へ足を運ぶことにした。受付に声をかけると、新しい担当者として姿を現したのは、まさかの顔。かつて俺の特許開発に融資をしていたが、一方的に打ち切った男だった。昔と変わらぬきつい眼光と冷ややかな笑みを浮かべている。ああ、君か。相変わらず怪しい商売に首を突っ込んでるようだね。その男、谷岡支店長は皮肉混じりの言葉を吐き出してきた。立ち会っている前の担当者はどこか気まずそうに目を伏せている。一方、
谷岡はまるで獲物を見下ろすような視線を俺たちに向けた。無駄なところに融資しなかったおかげで、俺はこうして昇進できたんだよ。あの時のお前の計画だって、結局は頓挫したじゃないか。今回の話も同じだよ。どうせ回収見込みがない冒険なら、融資する価値なんかない。静かな怒りを噛み締める俺の隣で、彼女が声を震わせながら言葉を返す。でも、私たちはすでに成果を出し始めています。野菜の売り上げも、若手農家の取り組みも、数字を見れば明らかです。これからブランド化すれば、もっと地域の経済に貢献。そんな家庭の話は信用できないね。だいたいこういう事業は、継続的にデータを積み上げないと、融資なんて無理に決まってる。怪しい改良法やら特許だとか、確実性がないことに我々は金を貸さない。悪いが、前の担当が甘かっただけだよ。ほら、君もそう思うだろう。谷岡が薄笑いを浮かべながら、怯え切った全担当者に視線を投げる。すると俺は一歩前に出て、怒りを抑えた声で言い放った。確かに、データが揃うまでに時間はかかった。けど、あの時、融資を突然打ち切られなければ、結果は変わってたかもしれない。少なくとも、あと少し猶予さえあれば、谷岡は鼻で笑い、手をひらひらさせて、俺の言葉を遮る。過去の融資打ち切りを俺のせいにされても困るよ。そもそも、事業計画がずさんだっただけだろ。何度も言ってるが、銀行は事前事業じゃない。帰ってくれ。彼女の瞳には涙が浮かんでいた。無理もない。こんな理不尽な物言いをされては、立ち尽くすしかない。俺は頭に血が上りそうになるのをこらえ、おい、話はまだと声を上げるが、谷岡は面倒そうに警備員を呼び出し、あからさまに追い払おうとする。さあ、次の客もいるんでね。ご苦労だったよ。二度と来ないでくれ。俺たちは悔しさをかみしめながら銀行の窓口を後にした。扉が閉まると同時に、彼女が震える声で、なんでこんな、とつぶやく。あの谷岡という男こそが、昔俺の特許開発の融資を一方的に切った張本人だ。やはり、理屈ではどうにもならない壁が、ここにも立ちふさがっていた。大丈夫か？声をかけても、未来はしばらく顔を上げなかった。どれほど悔しく、歯がゆい思いをしているのかは、痛いほど伝わってくる。ようやく返事があったのは、銀行から少し離れた時だった。ごめん、平気だよ。でも、こんなの理不尽すぎるよね。視線を落としたままつぶやく彼女の声には、わずかに涙が混じっていた。銀行の件を思い返すだけで、鼻の奥がツンとする。谷岡という男には、俺も散々痛い目に遭わされた。ああいう人間がいる限り、農業にかける俺たちの思いなんて、受け入れてもらえないのか。でも、諦めるわけにはいかないよな。強がって見せるようにそう言うと、未来は少しだけ顔を上げて、曖昧に笑った。そうだね。こんなところで終わるなら、最初からブランド化なんてやってないよ。だが、俺たちには融資を断られたという現実が突きつけられたままだ。この先、どうやって資金を調達すればいいのか。貯金も限界があるし、彼女の農園だけで賄うには到底足りない。それでも、俺と未来は今やれることを見つけようと足を動かした。地域の有志農家たちに状況を報告し、他に支援を受けられるルートはないか相談する。行政の補助金、クラウドファンディング、企業との直接取引、考えられる方法を片っ端から挙げたが、どれも実現までには時間がかかりそうだった。生鮮品を扱う農業において、今すぐ欲しい資金が得られないのは致命的になりかねない。そんな焦燥感の中、さらに追い打ちをかけるような事態が起きる。ある朝、未来の家に行くと、彼女が申し訳なさそうな顔で俺を出迎えた。ソラさん、ちょっと言いにくいんだけど、最近、あいつは昔も失敗したって噂が広まってるみたい。しかも、また失敗するぞとか、今のうちに撤退すべきだとか。ちくりと心が痛む。誰が流しているのかは分かりきっている。谷岡支店長とつながりのある連中が、俺の過去の挫折を知り、それを利用して風評を広めているのだ。実際、かつての研究は大きな失敗に終わった。そう思われても仕方ない事情があった。ああ、そうか。谷岡にとっては、俺の技術が本当に成功されちゃ困るわけだよな。特許がきちんと実用化され、利益を生むようになれば、谷岡がかつて融資を打ち切った判断に正当性がなくなる。それどころか、あの時に支援していれば、地方の農業を大きく変えられたはず、と
批判されかねない。さっき父に、あんたは昔も失敗した人間を信用しすぎだ。いつか痛い目に遭うぞって言われたの。これきっと、谷岡さんがうちの父にも何か吹き込んだんじゃないかな。父は頑固だけど、谷岡さんとは昔からの知り合いみたいで、うちも昔、農協の有志でお世話になったらしいから。胸がざわつく。その日の夕方、俺は高橋家の離れで作業を終えたところに呼び止められた。おい、空くん。悪いが、これ以上うちを巻き込むのは勘弁してもらえないか。突然、彼女の父が厳しい目つきでそう切り出してきた。彼の言葉にはもはや遠慮がない。ゆったりとした作業着の胸元をかきながら、深いため息をついている。うちは確かに農業で新しいことを試すと、娘が言うから協力してきた。だが銀行の融資がダメになった今、資金繰りは非常に厳しい。これ以上リスクを負えないんだ。第一、外からの噂もいろいろ耳にする。あんたは昔、大口の投資を全部パーにしただとか。まさか、本当のところはどうなんだ？声がかすかに震えていた。問い詰める口調の裏には、苦悩があるのだろう。もともと父親は、娘が海外の技術を取り入れることにも半信半疑で、何かあれば真っ先に手を差し伸べてきたわけではない。それでも、未来のやる気にほだされて、最終的には目をつむってくれた。しかし今、強烈な逆風が吹き荒れる中で、彼の中の不安や恐れがあらわになってきたのだ。あんたが悪い人間だとは思わない。だけど昔の失敗があった以上、また同じことになるんじゃないかってみんなが心配してる。悪いが、うちをこれ以上巻き込むわけにはいかない。娘にも、もうこのプロジェクトから降りろというつもりだ。あまりに決定的な言葉に、俺は何も返せなかった。声が出ない。どれほど悔しくても、彼の立場を思えば、強く反論できないのだ。俺自身も、昔の研究で、仲間や家族を巻き込んで痛い目にあった過去がある。だからこそ、同じ鉄を踏みたくない思いが強く、この畑を大事にしてきた。だが、結果的に、また大勢を巻き込んでしまっているのかもしれない。すみません。それだけをようやく絞り出すと、彼は困惑したような表情でうつむいた。いや、あんたが謝ることじゃない。ただ、わしももう年だし、これ以上リスクを負うわけにはいかんのだ。娘には他に道があるだろう。どこかに就職するなり、海外に戻るなり。そこで彼の声はかすれ、言葉を濁した。彼も、本当はこんなことを言いたくないのだろう。それでも、家族や農園を守るためには、冷酷な決断をしなくてはいけない。言うなれば、俺の存在がリスクになっている以上、切り捨てるしかないわけだ。こうして俺は、言葉なくその場を後にした。夜になっても、胸の奥は重たいまま。高橋家には戻りづらく、町外れのコンビニで、適当な弁当を買って、車の中で食べる。いっそ、このまま、どこか遠くへ行こうか。そんな考えさえ頭をよぎる。情けないが、自分が関わると、みんなに迷惑をかけるのだと、強く思い知らされると、どうしても逃げ出したくなる。俺がいなければ、未来さんももっと、スムーズに資金を確保できたのかもな。そうつぶやくと、喉の奥が焼けるように苦かった。翌朝、俺は、もう行かない方がいいと悟りながらも、なんとなく、高橋農園へと車を走らせていた。心のどこかで、最後に顔を見ておきたいと思ったのかもしれない。だが、玄関先で鉢合わせたのは未来ではなく、彼女の父親だった。昨日と同じ厳しい表情ではなく、どこか困惑したように眉を潜めている。未来なら、今日は朝早くに出かけた。農協の方へ行くと言ってたぞ。農協。胸がざわつく。嫌な予感がするのは俺だけだろうか。車を走らせてたどり着いた農協の建物は、灰色のコンクリートに古びた看板が掲げられていた。そこへ入ろうとすると、ちょうど未来が出てくるところだった。彼女の表情は硬く、手には何やら分厚い書類が抱えられている。あ、ソラさん。ちらりとこちらを見て唇を震わせる。中からは、俺の聞き覚えのない男性の声が響いてきた。考え直した方がいいよ。お父さんと相談して早めに決めちゃいなさい。聞こえてくるその小姉は、どこか陰銀な響きを含んでいるが、抜け目のない裏の意図を感じさせるものだった。少しして背後から姿を現したのは、大柄で腹の出た中年男。農協の幹部らしいスーツ姿だが、にやりとした笑みが油断ならない雰囲気を漂わせている。あんたが空くんか。
特許だかなんだか知らんが、随分と調子に乗ってるそうじゃないか。男は押し付けがましい口調でそう言い放つ。俺は一瞬言葉を失ったが、すぐに彼のネクタイピンに目が止まった。そこには小さく銀行のロゴが刻まれている。どういうことだと目を細める俺に、男はにやりと口角を上げる。俺は農協の専務をやってる関口ってもんだ。少し前からこの地域の農地を大手企業と組んで再編しようって動いててね。谷岡支店長とは昔から仲が良くてさ、お互いに情報を交換してるってわけだ。やはり裏で繋がっていたのか。胸の奥で嫌な想像が膨らむ。まあ簡単に言えば、あんたらが苦しんでるところを救ってあげる話だよ。うちが全部買い取ってやるから、難しいことは何も考えず、さっさと手放したらどうだ。関口はそう言うと、横目で未来の存在を強く意識したようだ。高橋さんちの畑も適正価格で買い取る。そりゃ融資を受けられなくなった今、このまま続けるのは大変だろう。もし土地や設備を売るのが惜しくないなら、そのまま借り上げという形にしてやってもいい。ここまで譲歩してるんだから、断る理由なんてないだろう。その言葉に未来の肩がピクリと反応する。資料を手に強く握りしめ、唇を噛み締めているのが分かった。おそらく彼女はこの男から、安値での買収を飲めば負債をチャラにしてやるとでも持ちかけられたのだろう。それは農地や特許技術を横取りして、大手企業が安価で大量生産する体制を築くための計画に違いない。どうしても続けたいなら、そこの特許技術も全部譲ってくれればいいんだよ。そしたら、あんたたちが使ってる農法をこっちで一括して管理できる。あんたたちは使用料を払う形で、そのまま畑で働けばいい。ほら、いい話だろう。その一方的な物言いに思わず拳を握りしめる。完全な下請けか、労働者になり下がれというわけだ。特許技術を奪われれば、俺たちが自主的に開発やブランド化を推進する道は断たれることになる。まさに、関口と谷岡が裏で狙っているのはこれだ。未来が低い声で静かに言葉を返す。そんなの、ただの搾取じゃないですか。今まで私たちが一生懸命作り上げてきた土や苗を全部横取りしようとしているんでしょ。関口はわざとらしく肩をすくめてみせる。まあ、そう言われりゃそうかもしれないな。でも、今のあんたらに他の選択肢があるのか？このままじゃ、いずれ借金に首が回らなくなって、農園は立ち行かなくなるぞ。だったら、早いうちに決断した方がいい。お父さんだってそれを望んでるんじゃないか。苦々しい沈黙が落ちる。関口は、ここぞとばかりに追い打ちをかけるように付け足した。ちなみに今回の話、大手企業とのパイプがあるから融資も可能だ。銀行から金が降りるのが難しくても、うちと組めば何の問題もなくなる。わかるだろ？しかし、その金は俺たちのためのものじゃない。すべて関口の計画を円滑に進めるための資金だろう。彼らに従う限り、表向きは維持できるかもしれないが、実質的には操られるだけになるのは目に見えている。未来は悔しそうに目を伏せ、震える声で言う。お断りします。私は、うちの農園を、自分たちの農法を、こんな形で明け渡したくありません。関口は、冷ややかな笑いを漏らし、ちらりと、俺の方へ視線をやった。なるほどね。じゃあせいぜい好きなだけあがくがいいさ。今のあんたらに何ができるか知らんが、まあ、せいぜい頑張れや。そう言い残して、足早に建物の中へと戻っていった。その背中を見送る俺たちの胸には、強烈な無力感が押し寄せてくる。だけど、同時に燃え上がるような怒りもあった。こんな連中の思い通りになるくらいなら、いっそ全部投げ出したくなる。そのギリギリの気持ちを懸命に抑えるように、俺たちは歯を食いしばった。その日の夕方、高橋家の母屋で彼女と向かい合っていた。彼女の父親は、すでに、ここまで来たらお前には降りてもらう、と明確に告げたらしい。激しい口論にはならなかったようだが、最後に、もしどうしてもやるなら勝手にしろ。ただし今後は一切うちの敷地も金も頼らないでくれ。とまで言われたという。そんな絶望的な状況で、俺はかつての無念な記憶を思い出していた。研究仲間はバラバラに去り、両親を助けるという夢も叶わず、最終的に俺一人が残されたあの虚しさだ。今また同じ道を歩もうとしているのではないか。そう思うと足がすくむような感覚が襲ってくる。妙に呼吸が苦しい。なんとか言葉を探そうとすると、不意にスマホの着信音が鳴り響いた。その着信は
全く予想していなかった人物からのものだった。画面に映る名前を見て思わず唖然とする。大学時代、研究室で一緒に開発を進めていた仲間の一人、石川からだ。石川、なんでこんなタイミングで。疑問は尽きないが、とりあえず通話ボタンを押す。すると、受話口から聞き慣れた元気な声が飛び込んできた。おい、空か？久しぶりだな。元気にしてるか？懐かしさと同様で胸がいっぱいになる。過去のプロジェクトが崩壊して以来、俺は仲間たちとの連絡を絶ってしまっていた。今更どんな顔をして話せばいいのかもわからない。けれど、石川は、そんな俺の戸惑いをよそに、明るい調子で続ける。実はさ、つい最近、偶然道の駅で野菜を買ったんだよ。そしたらめちゃくちゃうまくて、パッケージに土壌微生物農法って書いてあったんだ。もしやと思って詳しく調べたら、高橋農園ってところで空の名前が載ってる記事を見つけたんだよ。で、もしかして、空の研究また動いてんのかってびっくりしてさ。石川の言葉に思わず未来と目を合わせる。彼女もまさかという表情だ。俺はぎこちなく笑いながらどうにか言葉を返す。ああ、まあ、ちょっと色々あってな。研究を再開したというか、彼女の畑で試しに導入してるんだ。それを聞いた石川は声を弾ませた。やっぱりそうなんだな。あの味は本物だよ、空。いやー、久々に感動したぜ。お前の研究、やっぱりすごかったんだな。俺たちずっと気になってたんだよ。あれからどうしてるかなって。ずっと気になってた。その一言に胸が熱くなる。俺は彼らに大きな負担をかけた挙句、結局、プロジェクトを失敗に導いたという負い目を感じていた。それなのに、石川はどこまでも純粋な口調で言葉を続ける。それでさ、実は他のみんなもお前の噂を聞きつけて、また一緒にやってみたいって言ってるんだ。もしよかったら、俺たちが持ってるデータや設備も協力できるんじゃないかって。聞いているだけで驚きの連続だ。研究室を去って以来、連絡を絶っていた俺を、まだ仲間だと思ってくれているのだろうか。あまりに突然の展開に頭がついていかない。でも、俺は昔、みんなに迷惑かけただけで。そこで言葉を詰まらせると、石川は少し真剣なトーンで返す。何言ってんだよ。あれは、融資が打ち切られたのが原因だろう。俺たちもあの技術の価値は分かってた。だけど、当時はどうしようもなかっただけだ。でも今お前が、同じ技術を実践して形にしようとしてるなら、俺たちは協力したいんだよ。そっちで困ってるなら、すぐにでも行くから、場所と時間を教えてくれ。迷惑なんてとんでもない。そう言って、石川は電話越しに笑った。その笑い声を聞いた瞬間、胸の奥で何かが崩れ落ちるような感覚があった。俺が勝手に、もう誰も俺なんか頼りにしてないと決めつけ、逃げていただけなのかもしれない。未来が心配そうにこちらを見つめている。俺は意を決して、ぜひ協力してほしいと答えた。すると石川は大喜びで、よし、わかった。すぐ段取りして連絡する。と電話を切った。通話を終えた後もしばらく、画面を見つめたまま、呆然としていると、未来がそっと手を伸ばしてきた。よかったね。空さん、昔の仲間も、あなたのことを見捨ててなんかいなかったんだ。彼女の言葉にじわりと涙がこみ上げる。思わず目頭を押さえてうつむいた。もう一度、この技術を本当に世に出せるかもしれない。その手応えが不安を押し流すように体を満たしていく。それからは目まぐるしい日々だった。石川が中心となり、かつての研究仲間たち数名が次々と連絡をくれる。彼らは現役で別の企業や研究所に勤めている者も多かったが、それぞれ休日や有給を活用して駆けつけてくれたり、遠隔でデータ解析をしてくれたりと、全面的に協力を申し出てくれた。まずは特許の再検証をきっちりやろう。これまで実験レベルで終わっていた部分を現場での実績と組み合わせて、誰の目にも疑いようのない数値を提示するんだ。石川はそう言って、大学時代に使っていたような測定機器や分析ソフトを手配してくれた。一方、未来は地域の若手農家たちに声をかけ、協力してくれる人を募る。彼らも噂は耳にしていたが、実際に野菜が良くなったのは事実だ。それなら本気でやってみたい。と前向きに乗ってきた。俺自身は農協や銀行に頼れない分、近隣の農家や仲間たちとの連携で、土壌調査や収量調査を進めることになった。信用を取り戻すには数値で証明するしかない。品質も収量も
はっきりとしたエビデンスを出すんだ。石川や他の研究仲間が作ってくれた調査表に基づいて、微生物の生息状況や土壌の栄養バランス、さらには天候や作業時間など、ありとあらゆるデータを集める。そこに若手農家たちも加わり、自分の畑で同じ改良剤や菌を使う場合はどうか、あるいは使用量を増減させたらどう変わるかと、綿密な実験設計を組みながら進めていった。そんな中、石川のつてで農業メディアやバイヤー関係者が視察に来る話が持ち上がった。研究ベースの新技術を使った農業が現場で実際に成果を出し始めている。これは注目度が高いテーマだよ。雑誌とかテレビにも取り上げてもらえれば一気に知名度が上がる。視察当日は未来が中心となって畑の案内や作物の説明を行い、俺が技術的な背景や特許の正当性を語る。メディアやバイヤーたちは想像以上に熱心で、大きなカメラを構えたり、ノートにびっしりとメモを取ったりと、真剣そのものだった。メディアの後押しは大きかった。地元のテレビニュースやネット記事で、土壌微生物農法で生まれた革新的な野菜と取り上げられたことで、直売所だけでなく、道の駅や市内のスーパーにも引き合いが増えてきた。バイヤーがうちでも取り扱いたいと次々と連絡をよこし、さらには県外の農家からも技術を教えてほしいと問い合わせが来るようになった。それに伴い地域の自治体も動き出す。これまではよくわからないと傍観気味だったが、実績とメディアの追い風を受けて、地域の特産品としてブランディングしたいと声をかけてきた。担当者と面談する席には、地元商工会や観光協会まで顔を出し始める。まさに一大プロジェクトへの発展が見えてきたのだ。一方で、谷岡支店長と農協専務の関口が裏で結託し、不正な取引を行っていた証拠が次々と浮上した。最初は噂レベルでしかないとされたが、地域のメディアが特集を組み始め、さらに自治体からの調査が入ると、二人の行いは想像以上に悪質なものだったことが白日のもとにさらされる。谷岡は銀行内で自らが融資を担当する企業からキックバックを受け取っており、その金を一部関口と山分けする形で流用していたのだ。表向きは地域活性化のためと謳っていたものの、実際は関口が大手企業との再編計画を拡大させ、それに合わせて銀行から多額の融資を引き出そうという算段だった。俺たちの農法が成果を出し始めたのを目障りに感じ、ありもしない噂を流して信用を失墜させようとしたのも、彼らにとって都合の悪い現実を覆い隠すために他ならない。やがて決定的な証拠が関口の部下からリークされる形で表に出ると、あっという間に二人への非難は渦を巻いた。かくして二人は共に解任処分となり、地元でも評判を落として、職場はもとより地域社会からの信用も完全に失墜。結局、谷岡は銀行を追われ、関口は退職金すら満足に得られないまま農協を離れる羽目になった。それから数ヶ月後、今や高橋農園をはじめ近隣の農家が協力してブランディングした農産物は安定した出荷先を得るようになっていた。地元スーパーや道の駅だけでなく、ネット販売でも人気が高まり、若者の間でもこの地域の野菜は美味しいと SNS で話題になるほどだ。研究仲間たちも引き続き協力してくれており、より生産効率を高めるための実験や、地域ごとの土質に合わせた微生物の改良など、多方面でのプロジェクトが進行中だ。自治体と商工会が共同出資する形で、新しい施設や研究拠点を作る構想まで浮上している。そんな成果が実を結んでいく中、俺は生活面でも変化を感じていた。かつては日雇いドライバーの仕事を転々とし、定職に就かない自由気ままな暮らしをしていたが、今はほとんど高橋農園に通い詰めで作業をする毎日だ。給料は依然として高くはないが、特許使用料を受け取れる体制が整いつつあり、これが本格化すれば、生活に余裕が生まれる見込みも出てきた。ある夕暮れ、高橋家の倉庫で翌日の出荷準備をしていると、未来の父親が気まずそうに近づいてきた。昔堅気の頑固な人だとばかり思っていたが、その横顔にはどこか申し訳なさが滲んでいる。空くん。前にお前のことを信じきれなくて悪かった。昔の失敗だとか、噂だとか、いろいろ言い過ぎたよな。今は君がいてくれるおかげで、うちの農園も地域全体も随分元気を取り戻せた。わしは口下手だから、うまく言えんけど、
ありがとな。そう言って、彼は目をそらしながら帽子のつばをクイッと引き下げる。長年農業を支えてきた大きな手がわずかに震えているのを見て胸が熱くなる。彼は少し息を吐いて言葉をつないだ。これからもうちの農園や地域のことを頼む。まだまだ問題は山積みだが、わし一人じゃ手が回らんのが現実だからな。それと、未来のこともよろしく頼むよ。本人たちは好きにすればいいが、まあ父親としては気になるんだ。二人で力を合わせて、ここを盛り上げてくれたらそれが一番嬉しい。照れ隠しに唇を尖らせる彼に、俺は深く頭を下げた。かつての疑いや不信感を乗り越え、こうして率直に思いを伝えてくれたことが何よりも嬉しい。後ろを振り返ると、ちょうど未来が荷台の野菜を抱えながらこちらを見つめていた。柔らかな夕日の中で微笑む彼女と視線が合うと、不思議なくらい自然に頬が緩む。これからもよろしくお願いします。未来も農園もみんなで守っていきますから。そう答えた瞬間、父親は小さくうなずくと、頼んだぞ。とだけ言って倉庫を出ていく。未来が近づき、やっとお父さんも分かってくれたみたいだね。と笑う。その笑顔に、俺はほっと息をつきながら、そっと彼女の手を握った。困難は避けては通れないもの。けれど、その度に手を取り合い、互いを信じ抜くことでこそ、絆は深く強まっていく。過去の失敗すら未来への力に変えられるのは、人と人が支え合う、温かい心があってこそ、なのだ。